こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は全粒粉入りの生地にくるみとレーズンをたっぷり入れた定番の大きなパンをご紹介します。素材全部の風味を味わっていただけるとっても美味しいパンになりますので、最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、全粒粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れて、ドライイーストめがけてぬるま湯を注ぎます。ぬるま湯の温度は35度から40度の温かいお湯です。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせていきます。生地がまとまってきたらカードで切るようにして、ドライイーストが全体に散らばるように混ぜていきます。次に生地の表面を伸ばしたり畳んだりしながら滑らかになるまでよく混ぜます。生地の表面が少し滑らかになったら容器の中に広げて蓋をして30分休ませます。洋酒漬けのレーズンはキッチンペーパーなどで水分を取っておきます。オイルコートのないレーズンを残り物のワインやブランデー、ラム酒などにつけておくといつでも使えて便利です。早く作りたいときはお湯でもいいので必ずふやかしたものを使ってください。美味しさが違います。くるみは180度のオーブンで5分焼いたものを細かく切っておきます。30分経ったらくるみとレーズンを生地に加えます。生地で具を包んで、具のない部分を切って重ねるようにしながら、それを5、6回繰り返します。混ぜすぎるとレーズンの水分が出て、まとまらなくなってしまいますので注意してください。生地を容器の中心に寄せて蓋をして、温かいところで2倍になるまで置きます。一回り大きな容器に60度くらいのお湯を入れ、生地の入った容器を浮かべてタオルで覆って温めて発酵しやすくします。生地が2倍になったら粉を振った台に取り出します。生地の上から手で押して中の空気を出します。まとめるときに具が飛び出さないように生地の多い部分を表面にします。生地に強力粉をつけながら回して丸くまとめていきます。何もかけずにこのまま15分休ませます。生地が 1.5 倍になったら220度に予熱をしたオーブンで40分焼きます。生地が横に広がっていたらカードで周りの生地を優しく寄せて球形になるように整えてください。焼いている間に途中で焦げるようなら温度を下げて40分はしっかり焼いてください。これで焼き上がりです。外側はしっかりカリカリに焼けています。粉の香りとレーズンの甘い香りがします。具がたくさん入っているので、どこを食べても満足感があります。噛みしめるたびに美味しく感じるパンです。最後に作り方のまとめです。生地の材料を混ぜて30分置く。レーズンは水分を拭き取る。
くるみは180度のオーブンで5分焼いて細かく切る。休ませた生地にくるみとレーズンを混ぜ込む。生地を中心に寄せて2倍になるまで一次発酵。生地を取り出してガス抜きをして丸める。1.5 倍になるまで二次発酵。220度に予熱をしたオーブンで40分焼いて完成です。ワインのお供にもぴったりのパンです。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。